こんばんは、シュンパイロットきょうきょうです。今回の内容は FS ラブス A321 ネオの操作方法です。実際のパイロットも絶賛するほどのシステムなので、これをマスターすればあなたもエアバスに精通したパイロットと名乗れるようになりますよ。それでは早速フライトの準備を始めていきましょう。今回は FS ラーブスさんが公式で用意しているジェットスターのカラーリングでフライトします。このジェットスターカラーの導入方法ですが、FS ラーブスの機体のインストールに使ったコントロールセンターアプリを開いてください。このアプリ内で使用したい機体のバリアントを選択すれば自動でカラーリングが適用されます。今回のフライトは成田から新千歳です。通常であればルートを一つずつ入力していくのですが、 FS ラブス A321 ネオは事前に作成したフライトプランを機体に自動で読み込ませることができる SIM ブリーフに対応しているので、今回はこれを活用していきます。 SIM ブリーフのユーザーネームは FS ラブス A321 のインストール時に求められるので忘れずに入力しておいてくださいね。まずは Shift プラス C を押してコックピット内に入ります。 GSX Pro がインストールされている場合、この時点で自動的にボーディングブリッジもしくはタラップが接続されます。後ろを向いてドアを閉めます。左を向いてタブレット型の EFB を確認します。04つを入力します。コネクションズを押します。機体を動かなくするチョークと電源を入れるための GPU が有効になっているか確認してください。枠内が塗りつぶされていれば OK です。次にテクニカルログを開きます。ここで機体が壊れていないか確認してください。もし壊れているものであればスパナマークをクリックして修理を依頼しましょう。電源を入れる前にギアレバーがダウンの位置にあることを確認します。視点を頭上のオーバーヘッドパネルへ移動してワイパーがオフになっていることを確認します。バッテリー1、2をオンにします。外部電源がアベイルになっていることを確認し接続します。ナブ&ロゴライトを1または2にします。 ADIRS をナブにします。オキシゲンクルーサプライをオンにします。非常灯をアームにし、禁煙サインをオンにします。ディスプレイが暗いので明るくしておきましょう。視点を正面、そして無線があるペデスタルに移動させながら各ディスプレイが見えるようにしてください。フライトに必要な情報を MCDU という装置に入力していきます。今回は FS ラーブス機体に対応しているウィンウィングさんの MCDU を使って入力していきます。SIM ブリーフの内容をインポートしたいので次の手順で進めます。圧 AOC メニューの順番で押します。イニットを押してください。イニットデータリクエストを押します。数秒待つとルートの概要がインポートされます。 AOC メニューに戻ります。次に OFP データを押します。燃料のページが表示されます。 SIM ブリーフを使ったのですでにある程度の内容は入力済みです。 STD の出発時間に現在時刻から60分以内の時間を UTC で入力します。現在の時間は4時31分なのでこれよりも少し後の時間を入力しましょう。今回は出発時間を30分後に想定します。なので0500時を入力します。最後にリフューエルで GSX Pro を使うか FS ラーブスの機能を使うかを選ぶことができるので好きなものを選んでください。今回は説明の都合上一気に給油したいのでインスタントを選択します。
鮮度を押して作業を実行してもらいます。もし重量の単位がポンドではなくキログラムになっている場合は、一度 MCDU メニューを押します。オプションズを押します。ユニットを選択します。ここで重量などの単位が設定できるので、ウェイトの単位をポンドに変更しておきます。そしてスタンバイコード系の気圧の単位を水銀中インチにしたいので、ヘクトパスカルから in HG に変更します。説明に戻るため MCDU メニューを押して、圧 AOC メニューを押して戻ります。今度は乗客を搭乗させるためボーディングを押します。すでにシムブリーフによって右側の乗客人数、そして左側の貨物重量が入力されています。矢印キーを押して次のページを開きます。機内に入れる水の量を入力します。ケータリングを先に行いたい場合はケータリング、今から搭乗を開始したい場合はボードナウ、瞬時に搭乗を完了させたい場合はインスタント、時間を指定して搭乗を開始したい場合はビギンを選択して、タイムに UTC 時刻を入力します。今回はインスタントを選択してリクエストを押します。これで搭乗がすぐ終わってくれます。AOC メニューに戻ります。レシーブドメッセージを押します。地上のスタッフからロードシートが送られてきました。問題なければアクセプトを押します。AOC メニューに戻ります。航空会社にこの内容を送信します。フューエルを押します。鮮度を押します。航空会社に内容が送信されます。これで貨物、燃料、搭乗人数のインポート作業は完了です。次にフライトプランを設定するためイニットを押し、イニット A ページを表示させます。ここには出発、目的地などのフライトの概要を入力しますが、すでにシムブリーフによってある程度の入力が完了しています。矢印キーを押してイニット B ページを表示します。ここには燃料が入っていない機体重量と重心、搭載燃料を入力します。ゼロフューエルウェイトを2回押して MCDU に反映させます。その下にある燃料は中央の ECAM と呼ばれる画面に現在の燃料を示す FOB があるので、これを1000で割った値を入力してください。平均的な風がわかる場合は、トリップウィンドに内容を入力します。矢印キーを押してイニット A ページに戻ります。風の情報をインポートするためウィンドを押します。ウィンドリクエストを押してください。しばらく待つと情報が自動反映されます。一番下のスクラッチパッドにある文字をクリアをして消しておきます。ルートを設定するために F プランを押してください。シムブリーフによって巡航ルートはすでに入力されています。あとは離陸と出発、そして到着とアプローチルートの設定のみです。出発空港である RJAA を選択します。デパーチャーを押します。離陸に使用する滑走路を選択します。今回は空港の東側にいるので16レフトを選択します。出発のシットが一覧で表示されるので、今回の使用するルートを選択し、インサートを押します。今回の場合はテトラ8です。選択したシットに複数の行き先、トランジションがある場合、その内容を設定します。このチュートリアルフライトでは、機民を選択します。インサートを押します。これで離陸と出発のシットのルートが設定できました。今回は到着のスタート、アプローチルートも一緒に設定してしまいましょう。一番下にある到着空港の RJCC を選択します。アライバルを押します。まずはアプローチルートを選択します。今回は ILS ズールランウェイ19ライトを選択します。到着のスターが一覧で表示されるので、今回使用するルートを設定します。
このフライトでは NAX アルファアライバルを選択します。インサートを押します。これで全てのルートが設定できました。ルートを確認するためナビゲーションディスプレイ ND の表示をアークモードからプランモードに切り替えます。F プランを押してフライトの最初に戻ります。上下のキーを操作してルートを確認しましょう。途中でルートに途切れが見つかった場合は F プランで途切れている場所を表示させクリアを押しその部分を削除します。インサートを押します。これでルートがつながってくれます。最後までルートを確認してください。グリーンが今回のフライトで使用するルート、シアンが侵入復興後に使用するルートです。確認が終わったら ND の表示をプランモードからアークモードに戻します。できたフライトプランをセカンダリーフライトプランにコピーします。セカンダリー F プランを押し、コピーアクティブを押してください。この操作でコピーが完了します。次にパフォーマンスを設定します。PERF を押してください。ここには離陸に使う速度 V1 から V2 とフラップなどを設定します。これらの入力には EFB にあるテイクオフアプリを使います。アプリを開くと入力画面が表示されるので、次の項目を確認・入力していきます。気温と気圧、風の情報は現在と合っているか、離陸時にアンチアイスを使うか、パックスをオンにしたまま離陸するのか、そして離陸用のフラップと使用する滑走路を選択します。最後にキャリキュレーションを押して計算を実行します。そうすると画面下半分に計算結果が表示されます。MCDU に視点を戻し、テイクオフデータを押します。EFB で計算した結果が自動的に入力されます。離陸前の MCDU の設定は以上です。次にオートパイロットを制御する FCU へ視点を移動させます。まずは左右のフライトディレクターがオンになっているか確認します。速度と方位の表示がマネージドになっているか確認します。なっていない場合はノブを押してください。高度を巡航用の35,000フィートにセットします。ND に高度・速度制限を表示させるため CSTR を押します。現在の気圧をセットするためバロセレクターノブを回すか、キーボードのカンマキーを押します。スタンバイコード系の気圧もセットします。デジタル無線パネル RMP にスコークを設定するため ATC を押してください。左下にスコークコードが表示されているので、管制から指示のあったコードを入力します。ATC モードをオートにして完了です。これから APU の始動に移っていきますが、その前にタラップを下げておきます。EFB のコネクションズを押します。サービスを押します。オペレートステアーズを押してタラップを外します。APU マスターを押した後、3秒経ってからスタートを押します。ECAM の画面に APU の始動状況が表示されるので、アベイルになるまで待ってください。APU が問題なく始動し、スタートがアベイル表示になったら以下の操作を行います。外部電源をオフにします。APU ブリードをオンにします。シートベルトサインをオンにします。ビーコンライトをオンにします。EFB のコネクションズを押し、チョークと GPU を外します。同時に開いているドアがあるか確認します。もし開いている場合は、機体の一部がオレンジ色に表示されます。プッシュバックを開始するためサービスを押します。そしてプッシュバックを選択します。パ
パーキングブレーキをリリースします。コメンシングプッシュ。オールエンジンズクリア。スタートアットウィル。プッシュバックが完了したのでパーキングブレーキをセットします。エンジンを始動します。エンジンモードセレクターをイグニッションスタートにしてエンジン2マスターをオンにします。ECAM がエンジンの表示に切り替わるので問題なく始動するかチェックします。アベイルという文字が表示されたらエンジン1マスターをオンにします。両方のエンジンが始動したらエンジンモードセレクターをノームにセットします。視点をオーバーヘッドパネルに移動させ APU ブリードと APU マスタースイッチをオフにします。着氷の危険がある場合アンチアイスをオンにします。オートブレーキのマックスを押します。フラップは EFB で計算した離陸用の設定に、グランドスポイラーは引っ張って白い帯が見えるアームドに、ラダートリムはリセットを押して0にします。サイドスティック、ラダーペダルを操作して機体が反応するかチェックします。ピッチトリムを MCDU に表示されている通りにセットします。ウェザーレーダーをオンにします。ウィンドシア用のシステムをオートにします。ストロボをオート、ノーズライトをタクシー、ランウェイターンフライトをオンにします。パーキングブレーキをリリースして滑走路前まで移動しましょう。滑走路前に到着したらテイクオフコンフィグテストを押して問題がないか確認します。グリーンの文字が表示されれば OK です。離陸の許可が取れたらノーズライトをテイクオフ、ランディングライトをオン、ストロボライトをオンにします。飛行時間の計測を開始し TCAS を TARA にした後、滑走路の安全を確認して進入します。それでは離陸します。ブレーキペダルを操作したままスラストレバーを少しだけ動かし N1 回転が 50% のところで一旦止めます。その後トガかフレックスの位置までレバーを動かしブレーキをリリースして離陸します。メンフレックス57 SRS ナブ100 V1 rotateポジティブレートクライムギアップスピーチェックフラップ1。スラストレバーをクライムの位置にするよう指示されたらその通りに操作します。グリーンの交差している部分の中央にドットを合わせるようサイドスティックを操作します。オートパイロットの AP1 を押します。グランドスポイラーを下に戻してディスアームに、ノーズとランウェイターンフライトをオフにします。グリーンの S 速度を超えたのでフラップを0にします。1万フィートを超えたらランディングライトをオフ、ナビゲーションディスプレイのレンジを上げます。1万4000フィートを超えたらバロセレクターノブを引いて STD 表示に切り替えます。スタンバイコード系も気圧を STD にします。これで離陸から上昇までの基本的な操作は完了です。この後は順調なフライトをお楽しみください。ND の画面に白い下向きの矢印が見えてきました。これは降下を開始するポイント、トップオブディセントです。
着陸の準備を進めるために MCDU の PERF を押します。NEXT フェーズを押します。ここに着陸空港の気象条件とミニマム高度を入力します。今回のミニマムは DA で282フィートです。282を入力したらバロに挿入します。着陸する空港の気象条件を確認します。確認には MCDU を使います。圧 AOC メニューを押します。ATIS をクリックします。このページで気象情報を取り寄せることができます。エアポートに空港の4レターコード、今回の場合は RJCC を挿入します。メタをクリックします。eCam 上にカンパニーメッセージが表示されたら、レシーブとメッセージをクリックします。そうすると現在の天候が確認できるので、この内容を入力します。トランジションフライトレベルを14000フィートに直しておきます。着陸に使用するフラップを選択します。現在はフル設定になっていますが、フラップ3で着陸したい場合はコンフィグ3を選択します。そして頭上のオーバーヘッドパネルに視点を移動させて、ランディングフラップ3をオンにします。これでフラップ3で着陸することができます。今回はフラップフルで着陸するので、設定はオフにしておきます。滑走路のオーバーランを防止するシステムを有効にします。これは滑走路が乾いているか濡れているかでドライかウェットを選択します。今回は乾いているのでドライを選択します。着陸に使用するオートブレーキを設定します。滑走路が長いのでローを選択します。もし短い場合はミディアムを選択してください。トップオブディセントまで20マイル手前まで近づきました。高度を着陸用の2000フィートにセットします。そしてノブを押して降下を開始します。今回はトップオブディセントの手前で降下を開始したので、まずは毎分1000フィートずつ降下し始めます。その場所における高度の目標を示したグリーンのドットが中央に近づくと、エアバスが降下率を調節し始めます。どこでグリーンのドットが中央になるかは、ナビゲーションディスプレイのシアン色のジグザグ線で確認してください。14000フィート付近になったので、数字表示に切り替えます。バロセレクターノブを回すか、キーボードのカンマキーを押して気圧をセットします。1万フィート付近になったら、ランディングライトをオンにします。ランウェイターンフライトをオン、ノーズライトをタクシーにします。テレインレーダーをオンにします。フラップの限界速度を示すアンバーの20線よりも速度が下がったので、フラップを1にします。グランドスポイラーをアームにします。速度がさらに下がったので、フラップを2にします。ILS を使用するため LS を押します。すでに PFD という画面にローカライザーを示すマゼンタの表示が出ています。しばらくするとコードの左側にグライドスロープを示すひし形が表示されます。グライドスロープを示すひし形が中央よりも上になっていて、ローカライザーのひし形が表示されていることを確認したら、オートパイロットのアプローチを押します。フラップをフルにします。ギアダウンします。速度をマネージドモードにします。機体がローカライザーとグライドスロープを使い始めると PFD の表示が GS とロックに変わります。この状態になったら AP2 を押します。オートランドで着陸したい場合はこの状態で進入を続けてください。高度を進入復興用の3000フィートにセットします。オートパイロットを解除する場合は赤いスイッチを2回押します。50, 40, 30,
20, retard, 10, retard, 5,ゲート前に到着したら AOC メニューを開いてゲート番号を入力します。乗客が降り始めたので今日のレポートを作成しておきます。イニットを押します。今日のフライトのレビューとして飛行時間などが表示されています。パイロットに ID を入力して航空会社に送信します。レポートについてはテクニカルログのフライトヒストリーで確認することができます。FS ラブス A321 ネオの操作方法をご紹介しました。他の機体とは違って燃料を入れた後に航空会社へ送る必要があったり、着陸した後もレポートを送信する必要があったりと、この機体オリジナルのユニークな機能がたくさん入っています。もし購入を検討されている方はこの動画が参考になれば幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは良いフライトを。